絶好のツーリング日和です。泊まったお宿のサロマニアさんはインテリアがおしゃれで、まるで小さなログハウス風カフェの中にいるみたい。おかみさんに書いていただいたお宿帳ももはや作品レベルでありがたやありがたや。さて、今日の走行です。サロマ町を出発して道すららうばら内のサンゴ礁群生地に立ち寄った後、大空町近隣の丘をいくつか回って直線道路と農地が織り出す風景を訪れます。そして知床半島西側を北上して知床横断道路でファインディングを堪能しながら半島の東側までぐるっと回ります。その後は標津、中標津と通って海洋台へ。そして本日の摩周湖で締めて逗子からのユースホステルに宿泊します。今日も長い移動距離になりそうです。時計は6時37分、サロマニアを元気よく出発。今日をスタートさせましょう。この9月の時期に来たらぜひ見たかったのがサンゴ礁。一大群生地となっている鵜原内に向かいます。28キロの道です。距離は短っ、すぐそこじゃん。でもここでハプニング。インカムの充電をすっかり忘れてたので充電するためインカムなしで走ることにしました。でも道沿いだからさすがに見落とすはずはないはずだったんだけど、あれね、なんで網走駅ばらない完全にスルーしてたわ。気づいた時には網走駅まで行ってしまっていました。オホーツクまで来た理由ってサンゴ礁のためじゃなかったの？U ターン決定です。朝からやらかしてるぜ。気を取り直して走ります。うばらない群生地です。これは圧巻。目の前に広がる真っ赤な絨毯。近づいてみれば一本一本が赤く色づいたサンゴ礁です。気温が下がり日照時間が短くなると半年後には生成され茎が赤く変色するそうです。とっても不思議な風景。駐車場が大きく空いていたので久しぶりにバイクチェーンオイルを塗りました。前回からだいぶ経ってるからお肌がカッサカサ。音も静かになって走りが滑らかに。次はメルヘンの丘。名前からして期待度マックス。到着したらまさに絵本の1ページ。まるで3匹の子豚が出てきそうなファンタジーな風景です。さあ、ここから農道ルートで丘を巡ります。左右に広がる広大な農地。距離はなかなかあるけどこういう道って楽しいです。続いて訪れたのはオーベルの丘です。黒澤明監督の映画「夢」のロケ地になったところらしいですよ。ここら辺の道はアップダウンのある直線が多くてまるでジェットコースターみたい。ちょっとテンション上がる。感動の道パーキングです。網走郊外や小清水町を通り抜けていきます。この辺りもかなりの直線道路。牧草地や畑が広がっててなんとも爽快。遠くにはシャリ岳が見えてきてテンション上がりっぱなしです。サロマニアンからここまで来て続けば126キロ。4時間が経ってもうお腹もペコペコです。ちょうど近くにあった道の駅シャリによってランチタイムにしよう。セイコーマートでホットセブンの北海道ポテトをチョイス。やっぱり美味しいな。素材の味がガツンとくる。さすが北海道。でも今回は少し塩が効いてるかな。店舗ごとに味がちょっと違うのも楽しみの一つ。次に向かったのはその名も天に続く道。この辺は直線道路が多いので天に届きそうな道はいっぱいあるけど今回はその中でも特に有名なスポットに行ってみました。展望台から少し先にはここから天国へスタートみたいな道の始まりがありました。まるでさあ撮れ、ここがインスタ映えの瞬間だとばかりに親切に撮影台まで用意されてる。まさに水平線に吸い込まれて天まで届きそうな直線道路です。さて今日のメインイベント知床横断。
まずは知床半島の西側海岸線をひた走るシーサイドロードです。途中に立ち寄ったのはおしんこしんの滝。ここ駐車場からのアクセスは抜群。しかも滝の近くまで寄れるから水しぶきがビシバシかかってくる大迫力の滝を眺めながらマイナス4でリフレッシュ。なんかこれだけで疲れが吹っ飛んだ気がします。さらにバイクを走らせて知床自然センターでちょっと休憩。知床5個にも寄りたかったけど今回はお預け。さあこれからは峠道へ突入です。道幅は広くとっても走りやすいワインディング。他の車も少なくて自分のペースでのんびり楽しめます。斜里町ではあれだけ晴れてたのにさすがに山を登ってくると一気に曇り空に。ストリートツインもようやく体に馴染んできた感じ。この操作感癖になる。でも油断大敵。調子に乗りすぎると危ないから安全運転安全運転と。そして気づけば景色も変わってる。下の方は森が広がってたのに標高が上がると低木や笹にチェンジ。あ、今空気もひんやりしてきた。一気に季節が変わったみたいです。寒い。安全運転でワインディングを楽しみつつようやく知床峠展望台に到着。さてここからの景色は山頂は霧でほとんど見えないけどちょっと遠くが見える場所もある。寒くて吹き飛ばされそうな風だけどこれはこれで知床っぽいかな。展望台を後にして羅臼側に降りていきます。こちらは降りても曇りのまま。斜里町の快晴が嘘のようです。峠を越えるだけで天気がガラッと変わるのが不思議な感じ。熊谷は過ぎて昔お世話になったライダーハウスがあったんですがなんと今は廃墟になっててびっくり。ああここでいろんなライダーが夢を語り合ったんだろうなってちょっとしんみり。そして知床半島の太平洋側国道335号のシーサイドロードを南下開始。国道335号から道道1145号へ入り標津町を抜けて次のポイントへ向かいます。道の先に見えるあの山々はまた落ち岳ムサ岳。ついに海洋台に到着。かつていや今もバイク乗りの聖地と呼ばれる場所です。リニューアル前の海洋台の日がしっかり鎮座してる。これを見ると歴史ある場所に来たんだなーって感じがじわっと。このセオ風の階段を上がるとおお視界が360度に広がって地球が丸く見えるって本当だったんだ。ここはもう感動モード全開。良きかな良きかな絶景です。天気も奇跡的に持ってくれててラッキー。
海洋台にはキャンプエリアもあるけど、今日は誰もいません。そりゃそうだ。明日は雨予報だもんね。賢い選択。おっと、ここにもあった。観光地恒例のおやきさくん。鐘を鳴らす。やるしかないでしょう。浦マシュ展望台に向かいます。ワープポイント発見。よし、ワープ開始。浦マシュからの見晴らしはまずといったところですね。でもここで偶然会った TDM さんとちょっと会話。シャリ側は快晴でしたよとお話しすると、雨雲がこっち来てるみたいで、TDM さんもそれを避けてシャリ側に行く模様。バイク乗り同士の情報交換。これぞ旅の醍醐味です。北回りでマシューコをぐるっと回って手鹿へ行くルートをチョイス。途中上の小池にもちょっとやってみましょうか。ここもだとか。なんとかバイクを進めて上の小池に到着。あれ、なんか整備されてる？昔は池の前に直接バイクを止められた気がするけど、今は広い駐車場があって池の周りも散策路になってます。池の水は相変わらず青く澄んでて、倒木が腐らずそのまま。びっくりです。いやー、ここはいつ見ても神秘的。マシューコの伏流水パワー半端ない。これからもずっとこのままでいてほしいな。さて、北回りでマシューコをぐるっと回って手鹿町の川湯方面へ進んでいきます。地図をちら見すると、周回路の真ん中をなんと釧路本線がズバッと通ってる。多分かなりの山の中。すごいですね。マシューコ第三展望台に到着。ギリギリ日没に間に合った。でもさすが霧のマシューコ。雲が低く立ち込めている。なんとか湖を見渡せてよかったです。後ろを振り向けば鷹山に5号は降臨していました。何かが舞い降りたみたいです。さて、もう少し楽しむために第一展望台にも寄ってみましょう。あれ、夕暮れでお店は閉まってたけど、綺麗なソファーが置いてある。もうちょっと時間があればここでのんびりしたかったな。マシューコって晴れると良くないジンクスがあるらしいですね。例えば婚期が遅れるとか、カップルが別れるとか、出世が遅れるとか、どれもガーンって感じの実な予言です。まあ信じるか信じないかはあなた次第ってことで、今日の微妙な天気はむしろありがたいかも。この後辺りが暗くなって映像がなくなっちゃうんですが、すいません。今日の夕食はどうしようかと考えて手鹿市街に入ると、ラーメンの文字が目に入りました。ここに決めた。手鹿がラーメン、手鹿が総本店。なんと昼時は人気店のようですね。腹ペコだったんでラーメンに餃子、半チャーハンもドーンと頼んでやりました。調べたら関西には甲子園のララポにあるそうですね。また行ってみようっと。満腹になったところで今日のお宿、屈斜路玄谷ユースゲストハウスに向かいます。ユースホステルの中ではかなりおしゃれな建物で雰囲気いい感じ。宿帳は宿の娘さんが書いてくれました。緊張気味だったけど次回来た時はもっと上手くなってるって約束してくれたので楽しみです。お風呂は温泉です。しっかりぬくもることができました。今日も盛りだくさんな一日が終了。サロマ湖から知床を回り、マシューコまで大自然にどっぷり浸かりながらの絶景コース。赤く染まったサンゴ礁や霧のマシューコ、まさにここでしか見られない特別な風景に圧倒されっぱなしでした。さあ次の旅路にも期待しながら今日はここでおやすみなさい。それではまた次の素敵なツーリングでお会いしましょう。安全運転で。最後まで見ていただき本当にどうもありがとうございました。